はい、どうも、こんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ、豊です。本日はコーヒーの生成方法について詳しく説明していきたいと思います。コーヒーの名前の中にあるナチュラルであったりとか、ウォッシュド、ハニープロセス、アナエロビック、ナチュラル、アナエロビックウォッシュド、レーズンハニープロセス、生成方法の違いによってどんな味が変わるのかっていうのも説明していきたいと思ってますので、ぜひ聞いてって損もないと思いますよ。コーヒーの名前を見ただけでどんな味かちょっとだけでも想像ができると思うので、では行ってみましょう。まず、なぜこの生成方法が必要かと言いますと、コーヒーの豆っていうのはコーヒーの木と言われる果実の種なんですけども、その種をいかに取り出すかというふうな方法がいろいろあると。なぜこのいろいろあるかと言いますと、コーヒーの種ってものすごい何層にもなって守られてるんですね。で、その中で厄介なのが乳脂レージと言われる粘着質、ぬるぬるした材質というかものなんですけども、で、その中にパーチメントと言われる硬い皮があって、で、その中に種があるんですね。で、硬いのを取ろうとしてもつるんつるんとなっちゃうんで、なので、乾燥させたりとか、水の中につけて除去していくとか、いうような方法があるんですけども、除去する方法はすべて発酵させて、このニュルニュルした乳脂レージと言われる層を除去していく。で、発酵にはいろんな方法があるので、それによっても風味っていうのが変わってきます。なので、生成方法によって風味っていうのはいろいろ変わっていくので、覚えておくと自分の好みの味を見つけることができやすくなるんじゃないかと思うので、今回この動画を撮影しております。では、まずナチュラルから説明させてもらうんですけども、ナチュラルは一番古くから実施されている生成方法で、簡単に言えば果実を取った後に天日干しをするんですね。乳脂レージと言われるヌルヌルした層を乾燥させていく。で、乾燥させていく工程で発酵もされているので、分解されていくっていうイメージですかね。で、乾燥し終わったら、このパーチメントと言われる硬い層を脱穀して、コーヒーの豆の原材料となる生の豆になるんですよ。で、メリットとしては、果肉の風味とかが豆に移っていくというか、そんなイメージなので、果実感が出やすい生成方法ではあります。しかし、南国に住んでいる人たちは、熟した果物の香りっていうのは慣れてるんですけども、欧米系の人ってあんまり慣れてなくて、結構ナチュラルの香りっていうのは、敬遠しがちなことは聞いたことがあります。やっぱりどうしても熟した果物っていうイメージ、発酵した香りがするので、苦手な人も多いかもしれません。で、天日干しをしている際に不良豆が出やすいっていうのもデメリットの一つかもしれません。なので、焙煎をする前にハンドピックをしておかないと、コーヒー豆自体の味が悪くなってしまうので、その辺は僕も気をつけるようにはしています。はい、では続いてウォッシュド。ウォッシュドっていうのはどんなものかというと、皮と果肉を剥いで、発酵層って言われる、たくさんの水の中につけておいて発酵させる。微生物が乳脂レージ、ヌルヌルした層を分解していって、で、発酵させて取れたら、天日干しというか、同じく乾燥させないといけないんですけどね。で、乾燥させて、で、脱穀をしていく。乾燥させて脱穀っていうのは全部一緒だと思います。メリットとしては、果肉がついてない状態なので、よりクリアな味と言われるコーヒー豆そのものの香りだけになりやすいので、味がとてもすっきりとした感じの飲み応えっていう風味が多いと思います。で、デメリットとしては、大量の水を使うので、水の少ない国ではできませんし、その発酵された水が環境汚染とかつながる可能性もあると。それも否めないという風な感じですかね。SCA と言われるスペシャリティコーヒー協会の精神で言うと、ウォッシュドが勧められているというか、ウォッシュドの方がコーヒーそのものの味として評価されやすいというのは、ナチュラルとか外側から豆に香りであったりとか風味を追加しているようなイメージなので、そういったのが全くない皮と果肉を剥いた状態で処理しているので評価されやすいというか、ウォッシュドで美味しい豆っていうのはその地域
であったりとか、その農家さんがすごいというかすごい技術を持ってたりとか条件を持っているっていう風なイメージが強いです。次にパルプドナチュラルと言われるものは別名ハニープロセスとも言われてるんですけども、これはナチュラルとウォッシュドの間、いいとこ取りをしたような感じです。ウォッシュドは皮と果肉を剥いで発酵槽に入れます。で、ナチュラルは木の実のまま干してます。で、ハニープロセスっていうのは皮を剥いで、ある一定の果肉を残して干します。で、この果肉の残し具合によって、ブラックハニーって言われたりとか、レッドハニー、イエローハニー、ホワイトハニーという風に分別されます。これまたややこしいんですけどね。色が濃い方、ブラックだとナチュラルよりの味わいになりやすく、果肉が多く残っているってことですね。ナチュラルよりの味になって、で、ホワイトっていうのがウォッシュドよりの味わいになってきます。はい。いいとこ取りなので、果実の風味をちょっと残しつつ、より熟した果実系の香りはそこまでないクリアな感じも味わえるというか、ちょうどいいというか、結構ウォッシュドを飲み慣れている人でも受け入れやすいかなと思っております。これもね、ナチュラルとあまり変わらないような手間暇ですかね。で、ナチュラルのデメリットと同じで、結構頻繁に回していくというか、ひっくり返さないと、豆の下ら辺が嫌な発酵になったりとかするんで、均一に乾かさないと不良豆が出やすいです。アナエロビックナチュラル、アナエロビックウォッシュドなんですけども、アナエロビックっていうのは酸素がない状態で発酵するようなイメージ。どういう風にしてるかというと、タンクの中にお水を入れます。コーヒーの実を入れます。で、酸素以外のガスを入れて、で、ワンウェイ、こっちの方向しか出ないよっていうバルブをつけて、で、例えば二酸化炭素であったりとか窒素とかを入れて、で、酸素を出して状態で発酵させる。これが何がいいのかというと、酸素がない状態の活性化する微生物によって発酵していくので、僕の個人的なイメージというか感想で言うと、ナチュラルよりもよりしっかりとした果実感なんだけども、嫌な完熟のフルーツ感、果実感ではないようなイメージ、ちょうどいいような感じになりやすいと思います。その後をナチュラル方式にするか、ウォッシュド方式にするかっていう違いがあるんですけども、発酵する際には外気に触れないような状態で発酵させている。で、これは僕個人的にはおすすめというか、一度チャレンジしてほしいものですね。今まで味わったことのないようなコーヒー豆が飲めると思っておりますので。最後に、レーズンハニープロセス。僕の好きなコスタリカのミュージシャンシリーズのモーツァルトもレーズンハニープロセスなんですけども、さっき言ったハニープロセスと何が違うかというと、二重発酵をしている生成方法なんですよ。二重発酵って何と思うんですけども、まずはナチュラルと同じ条件で果実のまま干します。そこでレーズンみたいな状態になるまで天日干しをして、でから皮とある程度の果肉を剥いだ状態でさらに天日干しをする。つまりナチュラルで発酵させて、でその後にハニープロセスのように皮を剥いでまたさらに干しておくみたいな感じなので、一番果実感の強い味わいになっていると思います。なのでこれは今まで普段その辺で飲めるようなコーヒーの味わいとはもう全然違う香りがするので、これはぜひ見つけたらぜひ飲んでほしいです。というか僕の豆を買ってください。在庫がある時とない時があるんですけども、結構人気な商品なんで。で、1年に1回しか入荷されないので、結構在庫っていうのが少なくなりがちなんで、もし見かけたらぜひ買ってってください。はい。本日はね、長々と生成方法について説明したんですけども、5つの生成方法を説明させてもらいました。ナチュラル、ウォッシュド、ハニープロセス、パルプとナチュラルと言われている時もあるんですけども、ハニープロセスと僕は呼んでます。で、次にアナエロビック。で、レーズンハニープロセス。この5つですね。でそれぞれ、ナチュラルは
天日干し。果実感のちょっと強め。で、ウォッシュド。クリアな、すっきりしたような感じの豆そのものの味わいが楽しめる豆。で、ハニープロセスっていうのは、ウォッシュドとナチュラルのいいとこ取りですね。で、アナエロビックっていうのが、外気に触れない状態で発酵させているもの。発酵具合っていうのは結構、良い状態で発酵されているような。でも手間がかかるんで、コストは上がりがちですけどね。なので、良質な果実感の味わえる生成方法です。で、最後にレーズンハニー。二重発酵をしているので、一番果実感が多分強いと思います。なので、普段味わえないような果実感、特にベリー系が多いかな。ベリー系の味わいが楽しめる豆だと思います。はい、本日は以上となります。これからもね、あなたのコーヒーライフがより豊かになるように、一緒に美味しい豆を探していきましょう。ではまた。如果你觉得这个影片有帮助，或者是喜欢，多多帮我按赞，这样子我会更努力的制作新的影片。如果有什么疑问，留言给我，很欢迎提问。如果你订阅了频道，当最新的影片上传的时候，你会接收到通知，你就不会错过哦。让我们一起继续追求对你来说美味的咖啡吧，下次见。